なんでこのチャーハンがいいんだろうかな。わからんじゃ。コンビばっかり嫌だった。量が多すぎっていうよ。はい、じゃあ私コンビラーメンいきますね。これが一番ね。けど多すぎてもう最初からシェアしようということで。チャーハンもうできない。疲れて遅くなりますって書いてある。あっこで値を上げたら終わりなんよ。その壁を突き破る。朝5時半からお仕事されて、朝ごはんはこの時間になるんですね。もその日にスープの出来具合によってから食べる時間が変わってる。骨の出具合によってやっぱり変わってくるからどうしてもできん。う。あですね、私月曜日にゴルフ行ったんですよ。あ。はい。ホールインワンしました。9番アイアンを最初に握ったったけど、ちょっと風があるけ8に変えようと思って、まっすぐ手前からコロコロコロって消えたって言って帰ってから報告「ねパパ、私ねホールインワンしたわ」って言ったら「もこあって言われたんですよ。なんであれはね、下手なやつが入るんで負け惜しみを言うとります。これが大砲のものまねよ。これですか。水が出る。これはなぜ。熱くならん。全部わしが自分で細工してこれみんな水流すように。ここもですね。ここもこう水が回ってくる。あやっぱり年代とかあるんですかね。すごい知恵があるというか、あ。はいはなんか買えばいいじゃないんですよね。自分でどうにかしてやろうとかっていうのが貧乏症なだけかもしれない。先輩じゃけ、それはそう。人生の。そう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 。よし。背中痛い。い。背中。あまず持つとどうしてもね痛い。しょうがないね。そうだな。美味しいな食べる。甘みが。よう頑張りましたね。ようでんっていう。うましい。いやでも旨味はあるよ。どちらからですか今日は。神戸ですよ、僕は。神戸。こちらのお店なぜご存知だったの。テレビで見ました。頼まれるのは何でしょう。コンビですもちろん。お願いします。
一番ね。美味しいです。この子は湯田国の子で、僕は神戸なんで今日遊びに来てて、で次来たら行こうって言って前出て、でなんか各種営業しかしてないんで、はい今日来ました。こちらの美味しいメニューとかもう以前からご存知だった初めて知って、テレビとかで見てからフォローして、地元なのに全然知らなかったので見てみようと思って、すごい美味しい、めっちゃ美味しい。仕事の途中でちょっと、美味しいです。ありがとうございますすごい美味しい。チャーハンもパラパラで、味もすごいついてますし、ラーメンも美味しいです。すごい。このコンビじゃないとチャーハンが食べれないっていうのが、まあこれだけやったらこればっかり頼む人がいるからか、これとこれをね、なんか食べるボリュームが結構ある。はい、両方一番ね。はい、そんな。一番。次もコンビの2。はい。コンビばっかり嫌だった。なんでこのチャーハンがいいんだろうかな。わからんだ。なんでチャーハンがいいかな。なんでこういうチャーハンがいいんだろうか。セットのチャーハンですけど、多すぎてもう最初からシェアしようということで、はい、一人だったらね多いんでね、はいははい食べきらない美味しいですよ。分けても多いね、い、本当十分ですよねもう。はい、僕は地元ですね、柳井の方なんであすけど、そうなんですね、はいでお仕事で神戸がそうですご友人で。はい、ここは昔から通ってるんで、やっぱり好きですよ。美味しいですね。早いね。早いね。僕は普段は頼みません。普段は頼まないんですよ。今日は友達に食べてもらいたくて頼んだんですけど、それはなぜですか？なんか大変そうなんで。もっと美味しいのいっぱいあるんですよ、本当に。他のメニューいっぱい美味しいんですけど、皆さんチャーハンしか頼まれないから、すごいもったいないんですよ。メニューになって頼むなって書いてあったら、逆に頼みたくなるといいです。他にもあろうの。中華料理屋行くとか。コンビばっかり嫌になったらもう大変ですよね。嫌になった。他にも中華料理屋があろうの。でもそれだけ美味しいからじゃないですか。そうかのようわからん。美味しいよ。レジェンドですよ。ですよね。あなた天才だから。褒められて踊られて。いやでやで。
余裕がないね。余裕がないよ。僕がチャーハンもラーメンも一人でしよった、ね。それでどんどん客来だしたけ、これ行けんはお前は目あげ言うから女房に、僕女房23年古る、ちょっと負けるよ。もう大将も負ける。いや負けるよね。ただあげるだけまでがこれだけの人数さばいて、その上にあげるんだけどね。すごい。すごいもう僕も今もう感動してます。感動しとろ。要はみんなやるけね。ちょっと普通の男かな。普段はなんかおっとりしとるように見られるんですけど、仕事始めたら多分人格変わるんでしょうね。いや、厨房に入られた瞬間に変わってるのを目撃しました。しました。やっぱ変わってた。恥ずかしい。両手これよ。両手。漬物。どんぶり置くね。はい。どれぐらい前から通われてるんですか？私らすごい長いんじゃないのね。一番最初はこのお店じゃなくてね、なんかどっかの小屋でチャーハンが美味しいって言ってもあ、今日いつものです。いつもの。おじちゃんかわいそうだけど年だからもう両方コンビを食べれないからチャーハンは半分に。お久しぶりです。お久しぶりです。の味にどうぞ。はい。常連さんです。めちゃくちゃ。同じものしか食べないけど。ラーメン屋さん私らもよく行くけどね、いろんなとこ行く。女性が好むかなとか、クリーミーですごく上品ですね。味が上品よりおじさんの割におじちゃん怒られる。でこれ量が多すぎっていう。ありがとう。また今日それで元気でね。はい。元気で頑張れよ。いいかダメ。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。食わないけんのかいの、こんなことが。食べそうなタイプ。はい、黒ラーメン。こちらよく来られるんですか？10年ぐらいも来てないですね。広島なんですよ。山口来た時は必ずここ山越えして、それでここへね食べに行きよった。昔向こうにあったんですよ。この近くへここのラーメン屋さんが、ここへ移転の前に置いておったんですね。でここおじさんとよく話して、で焼き飯をね、あまりね頼んでくれるのは腕が痛いんでってよう言われました。昔は今長いこと来てないとわからないんですけど、たくてねこうやってくる。私腕が痛いでみんな焼き飯食うなやみたいな、みんな焼き飯頼むんです。でこうやってやるっちゃったんですよ、中入ってね。こっち移ってきて16年、ここ7年ぐらいやったけどね。ここも味のある店だったよね。うん。掘ったとこや。あ、いたこあるよ。自分が一生懸命自分で建てたけど、道具も全部古いの集めて。それから始まったんですね。そうそう。うん、おいしいおいしい。おいしいです。10年ぶりに食べた。パラパラがね、すごいでしょ。昔と変わってないね。スープから。美味しいです。はい。あんまり変わってないですね。全部ね、一緒ですね。
食うたらうもないかな。まさ調味料入れるときにこうスムーズに順番にさーっといったらやっぱりうまいチャーハンできるね。チャーハン作りの難しいところってありますか？ああ、油の具合。うちは入れすぎんけね、油を。油余計入れれば見やすいチャーハンは。余計米が回るから。少ないと回りにくい。でもお客さんはそんな必要以上の油いらん。だけうちは多いんじゃろうもんよ。油一杯あってべちゃべちゃのチャーハンならなんぼでもできる。べちゃべちゃだったらダメ、食われん。もう親指がさっきからしびれてからこっち向いてるけど本当ですよ、ね、こう曲がらないの。だからもうずっとこうあれをこう振り続けてくからでしょ。いやもう本当お疲れ様でございます。もう本当にあっこで値を上げたら終わりないよ。ずっと我慢してしびりよるんじゃが痛いの思いながら我慢してその壁を突き破る。やらなきゃ。昼夜やりよった時も、一回昼は全部こうやって流してでまた夜やってですよ汚れるから。お姫様でいいって言って結婚したんですよ。なるほど。所間に座っとっていいって言ったんですよ。でもかっこいいご主人じゃないですか。まあね、ついてきてまあよかったんですよね。あまり使ってほしくないけど娘が引き継いで住んでる。そうなんですか。娘さんおいくつなの？26です。もう結婚ちょうど決まって。それはおめでとうございます。そうなんだ。こんなにアクが出るんですよね。やりますか。運動しリキますか。さん華奢なのに力強っ。ここのラーメン屋さんに板ずるずるしてないでしょ。本当にそうよ。こうやって毎日やってるからなんですね。終わったら絶対やる。そう一番にそれを感じました。でしょ。私もそうラーメン大好きでいろんなラーメン屋さん行くんだけど、床がずっと落ちてないなって思うよったら、やっぱり裏も綺麗にしとるけ。そう大事。これが何番釜になるんですか？一番のこれは下のスープのための骨の血抜き、アク抜き。今作られている分っていうのは本日使用するスープになる。そうそう、今日これみんなが食べてくれるスープです。今回の骨はいいから今日うまいですよ多分。うまみ、甘み、コク、まろやかさ、これをスープの中にお客さんが食べられるまでにこの今スープを仕上げていく。何杯でもスル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 いけるラーメンを目指してる。前日から仕込みをかけて早朝にかけて
今から昨日できたスープを今日仕上げます。今日仕上げて今日でこのスープの役目を終わらせてもらったら次のスープを作ってますから、それがまた今日よりまた明日の方がいいスープができるかから、それを期待して、そういうことです。ご結婚された時って、ラーメン屋やるっていうかやりたいみたいなのってなんか聞いてなかったよ。何人もここね、本人が生まれ故郷だからそうに帰ってラーメン屋するって言った。突然言われたんですか？まあそういう人である。もう振り回される。今はもうやっぱり一緒に越えてきたことがいっぱいあるからね、どんどんお互いがお互いの味方になっていって運命だったんだろうねって言って、私誕生日はパパ1月1日、私1月2日、だからもう本当にサポートの人そういう出会いだったんだろうなとは思ったりします。出会いって何やったんですか？出会いはゴルフ。上手なおじさんそれで輝いて見えた。ラーメン屋さんを始めようと思われた理由って何かあるんですか？なんかこう好きだったというか、そこに選択肢がラーメン屋いう選択肢があったから。彩龍という屋号、どっから来たんですか？娘が彩香だもんで、色彩の彩ですから、娘の名前を使ってまあやり始めたいうことですよね。名前ってなかなか難しいですよ。これがちょっとずつ味は変わっていくわけですか？変わってきますね。今から勝負ですね。火の加減ですね。火の加減でもう骨は今日は信頼できるような骨だったから、2時間半で勝負決めてこないけんじゃ。こっちはもう全然いいんだけど、ほらほら見てください。これ血薬です。血薬と血の悪ですよ。これを抜くためにベッドにも血薬取るんです。匂ってください。全然匂いないです。だからこういうスープだからうちの店も匂わんです。全然匂わない。確かに。はい。これもこれは血薬じゃなしにもうこの骨のアクが出る。色違うでしょ。あ、確かに。骨のアクが。段階でその出てくるものも変わってくるってことですか？変わってくるよね。今からこう冷やし込みかけなきゃいけない。これなんで置くんかやったら、これコップを鍋の底へ下げるんです。いや今あれだったんだろう。これ下見てください。これコップ一本倒ったら縁にみんなコップです。これ。ああ、本当ですね。あそこに置いていた時間で沈殿したわけです。そういうこと、そういうこと。これ綺麗なじゃないですか。これ綺麗なスープでしょ。ブラボーじゃない？おはようございます。お待たせしました。
昨日たくさんチャーハンだったです。そのことがないようにお願いします。食べれました、いいおべにやられんかった。体がいいとって。はい、どうぞ順番に入ってくださいね。こんにちは。はい、じゃあカウンター4ですね。お願いします。お願いします。おめでとうございます。すいません。そんなことを言われてもらって。ホールインワンしたんや。私。やれんの。すごい、やれんの。パワーをあげよう。私がもろうた。ね、ありがとう。一つに一つの二つのこう高いやつの。スープが素晴らしい。要は揚げるだけでわかる。感触で、色と感触と炒めとでわかる。はい、ラーメン来た、お願いします。嬉しいですね。でもやりがいがある。色もええし。今日はね、ブラボーですよ。今日食べれる人幸せ。今日食べれる人幸せ。はい、ありがとうございます。すごい。パラパラで。すごいですね。なんかでも全然辛くないですよ。これが美味しくていっぱいかけてって書いてあるんですけど。ということはもう常連さんでいらっしゃる。そうですね。どれぐらい通ってらっしゃいますか。もう古いくて20年ぐらいは。使いたい放題。何食べても美味しいんです。基本は。美味しいです。いや本当に全然辛くない。いかがですか。なんか下によく胡椒とか残ったりするけど、これ飲み干しても何も残らんって。昔なんかもうスープが気に入らんかったら今日のラーメンはないとか捨ててらっしゃったそうです。はい、こだわりがやっぱり。チャーハンも人気ですよね、こちら。昔から本当美味しいんで体が悪いんじゃろうけどもう外せんメニューですね。ね、誰かが継いでくれるとか、もういつまでも元気でやってほしい。お母さん、こちらは何ですかね。和風尾道ラーメンみたいなんですよね。私がねよく聞いてる。美味しい。通われる理由は何でしょう。まあ親が好きなのと、まあ自分もこの豚骨のラーメンの美味しいのとチャーハンが美味しいのですね。餃子も美味しいですし、はい、その辺です。もうできない。疲れて遅くなりますって書いてある。うまい。スープいかがですか。美味しいです。大きな一口で。美味しいです。初めて来ました。申し訳ないなと思いながら頼みました。いやいや、もうでもね、
美味しいです。パラパラです。うまいですね。うまいっすか。チャーハンできたんですけど、ここにラーメンもうまいし。2時間かけて来た甲斐がありますよ。2時間かけてこ2れ時間来たんですよ。また2時間かけて来ます。そこらから多分。これを書いてくれた子です。そうそう、小学校の時にこれを書いてくれて。俺が塗って暑いなこれ。ご近所でもうここがもうすぐそこで久々に来ます。久々にこれは僕たちは小6の時に作ったチキン南蛮が一番僕的にはうまいと思ってます。もう言葉にできないほどうまいです。チキン南蛮ですか。ありがとうございます。いやめっちゃうまいですよ。久しぶりに。チャーハンとかも食べたことはあります。チャーハンいかがでしたか。めっちゃうまいです。であんま頼まないようにはしてます。おじちゃんが腰痛めてるんでちょっと無理させないように。美味しいからずっと続けてほしくてだからあんま頼まないようにしてます。チャーハン食べたら他のところのチャーハンはもう食えないみたいな。おっちゃんがやっぱ体調が優れない時もあるから、あまり頼まないようにしてるんですけど、まあでもうまい、もううますぎてもう次元が違う。もう3年あるね。すごいね。6年だったもんね。早いね。帰ってきたら食べててね。空いとったら。ほんまやね。頑張って。パン粉の人に。ありがとうございます。ありがとう。お頑張れよ。ありがとう。2日間密着させていただきましたけど、厨房内の慌ただしさと大将の鍋振り、おかみさんの司令塔ぶり、すごいなと思うんですけど、まず大将いかがですか。もう限界が来つつある。今僕にとっては辛いって、それが一番ですね。ただお客さんがずっと可愛がってもらいたいことに対して思いがあるもんで、今まで可愛がってもらったその思いだけに今自分の体が動いてる状態ですね。自分は女房と2人で話して決めとることがあるんでね、もし折れなかったらもう僕の限界で店を閉めようということを決めてますもんで、ぜひそういう人が来てほしいです。長年連れ添ってこられて、いかがですか。大変なことも当然あったでしょうし、たくさんありました。本当に、そっちの方が多かったかなって思うけど、その分やっぱりいっぱい幸せもらってるんでしょうね。本当に恩返しの息に今なってるなって思います。私はもう2人で話し合ってもう心は決まってるので、事業継承本当に一生懸命この店を大切に守ってくれるっていう人がいたらぜひやってもらって2人で引退したいなと思ってます。